こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんで新しく販売された底板を使ってこちらのミニショルダーを編んでいきます。2色の毛糸を使うので色の組み合わせによって全然違う仕上がりになるので、好きな毛糸で編んでみてください。使用している毛糸がこちらです。ダイソーさんのメランジ1玉とフローを2玉、右のバッグがメランジを2色使っています。使用する材料はこちらです。4枚入りの底板を1枚、D カンを2個、ショルダーはお好きなもので大丈夫です。使用するかぎ針は6号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを編んでいきます。編み始めはこの穴になります。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを1回、隣の穴は細編みを2回編みます。1回、2回、次の穴は細編みを1回、次の穴は細編みを2回、カーブのところまでこの繰り返しになります。次の穴が細編みを1回、次の穴が2回、1回、2回、次が細編み1回になります。ここからカーブのところの5つの穴は細編みを2回ずつ編みます。細編みを1回、2回、これを5回繰り返します。カーブの5つの目が編めました。ここから反対側と同じように細編み1回、細編み2回を繰り返して編んでいきます。細編みを1回、次の穴が2回、この繰り返しでカーブのところまで編んでいきます。
最後の細編み1回が編めたら、ここから横のカーブの部分は細編みを2回ずつ編んでいきます。ここの5つの穴は2回ずつです。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を10回編みます。1段目を編み終えたところから鎖の立ち上げなしで続けて編んでいきます。ここからカーブのあるところまで細編みを13目編んでいきます。細編みが13目編めました。サイドのカーブがあるところは細編み1、増し目1を5回繰り返します。細編み、増し目を1回、増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。細編みを1回、増し目を1回、この繰り返しをあと3回行います。サイド部分が編めました。ここから次のサイドのカーブのところまで細編みを13目編みます。細編みが13目編めました。ここから細編み1、増し目1を5回繰り返します。
これで2段目が完成です。3段目は細編み56目を1周編んでいきます。2段目の終わりから続けて編んでいきます。この繰り返しで細編みを1周編みます。1周編むとこんな感じになります。4段目も続けて細編み56目編んでいきます。この繰り返しで1周編みます。1周編むとこんな感じになります。ここから模様部分を編んでいきますが、その前に糸処理についてですが、今回1段ごとに色を変えて編むので糸処理に結構手間がかかってしまうので、動画のように編み始めと編み終わりの糸を編み込むようにしていっても大丈夫ですが、やはりちょっと透けてしまって気になるという方は手間はかかりますが、糸をカットするごとに針を使って糸処理した方が丁寧に仕上がります。無理のないようお好きな方法で糸処理をしてください。それでは模様を編んでいきます。5段目の編み図がこちらです。4段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。ここから糸を変えていきます。糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。針に糸をかけて1つ目に針を入れます。糸を引き抜いて同じものをもう一つ編みます。糸をかけて1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。最後に糸をかけて3つ一度に引き抜きます。1つ目の玉編みはこんな感じになります。鎖1つ編んで1つ目を開けたところに次の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて1回2回3回編んで針に糸をかけて一度に引き抜きます。これで2つ目の玉編みが完成です。鎖を編んで1つ目を開けたところに玉編みを編んでいきます。1つ2つ3つ編んだら糸をかけて一気に引き抜きます。この繰り返しになります。鎖を編んで1つ目を開けたところに玉編みを編みます。
この繰り返しで1段編んでいきます。玉編みは全部で28個編みます。1段玉編みを編んできました。最後の玉編みを編んで、鎖を1つ編みます。最初の玉編みのこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。5段目を編み終えたら糸をカットしておきます。6段目の編み図がこちらです。糸を変えて細編みを編んでいきます。5段目を編み終えたら1つ目の鎖のところから糸を引き抜いておきます。糸を変えて鎖1つで立ち上げます。下の段の鎖のところに細編みを2回編みます。1回、2回。この細編みの段は糸を巻き込むようにして編んでいっても目立たないので大丈夫です。次の鎖のところに細編みを2回、次の鎖のところに細編みを2回、この繰り返しで1段編んでいきます。細編みは全部で56目になります。1段細編みを編んできました。最後の細編み2つを編んで、1つ目から針を入れて糸を引き抜きます。これで6段目が完成です。7段目も糸を変えて玉編みを編んでいきます。6段目を編み終えたところから糸を引き抜いて鎖3つで立ち上げます。針に糸をかけて1回、2回編んだら糸をかけて3つ一度に引き抜きます。1つ目が完成です。鎖を編んで次の玉編みはこの部分になります。1回、2回、3回編んで一度に引き抜きます。鎖を編んで一つ目を開けたところに玉編みを編んでいきます。鎖を編んで玉編みを一つ、この繰り返しになります。
一周玉編みを編んできました。最後に鎖1つ編んで、1つ目から糸を引き抜きます。これで7段目が完成です。8段目も糸を変えて細編みを編んでいきます。7段目の終わりから1つ目の鎖のところから糸を引き抜いて糸を変えていきます。鎖1つで立ち上げて、鎖のところに細編みを2回ずつ編んでいきます。細編みを1周編んできました。1つ目から糸を引き抜いて、これで8段目が完成です。9段目からもこの2段の繰り返しで模様部分を好きな高さまで編んでいきます。動画では玉編みの段を7段まで編んで高さが約15センチになりました。糸をカットして引き抜いておきます。ここから縁を編んでいきます。縁を編み始める場所は玉編みの編み終わった2つ手前の鎖あたりから編み始めます。ここから鎖1つで立ち上げて細編みを2回、次の鎖のところも細編みを2回、この繰り返しで1段編んでいきます。細編みを1周編んできました。これで縁の1段目が完成です。ここから鎖の立ち上げなしで細編み56目を4段編んでいきます。縁の1段目を編み終えたところから続けて細編み56目を編んでいきます。この繰り返しで細編み56目を4段編んでいきます。4段編むとこんな感じになります。縁の6段目は持ち手部分の鎖と D カンを編んでいきます。6段目を編み始める前に印をつけておきます。バッグを2つに畳んでサイドに来る3目が D カンをつける位置になります。ここから25目開けた反対側のサイドがもう一つの D カンをつける場所になります。D カンをつける位置から5目
開けたところから持ち手を編み始める部分になります。ここから15目のところまでが持ち手になります。持ち手の部分から次の D カンまで5目空いてれば大丈夫です。もう一つの持ち手も D カンの5目開けたところからここから15目開けたところまでが持ち手の部分になります。持ち手から D カンのところまでが5目ずつ空いていれば大丈夫です。縁の5段目を編み終えたところから続けて編んでいきます。最初に持ち手の印があるところまで細編みを編みます。印をつけた一つ手前の編み目まで来たらここから鎖を17目編みます。鎖17目編み終えたら印をつけたところに針を入れて細編みを5個編みます。印のところに来たら D カンを編み込んでいきます。D カンをつけて細編みを3目編みます。これで1つ目の D カンがつけられました。ここから細編みを5目編みます。ここから鎖17目編んでいきます。鎖が17目編めたら印をつけたところから細編みを5目編んでいきます。ここから D カンをつけて細編み3目で編み込んでいきます。最後に6段目の編み終わりのところまで細編みを編んで、これで6段目が完成です。
こから縁の7段目を編んでいきます。細編みで1周編みます。6段目を編み終えたところから続けて細編みを編んでいきます。持ち手に来たら鎖の裏山に細編みを編んでいきます。これが1つ目の細編みになります。持ち手は細編み17目になります。持ち手の細編み17目を編み終えました。ここから次の持ち手のところまで細編みを編んでいきます。2つ目の持ち手も同じように鎖の裏山に細編みを17目編んでいきます。2つ目の持ち手も細編みを編み終えました。ここから7段目の終わりの編み目まで細編みで編んでいきます。これで縁の7段目が完成です。縁の8段目と9段目は細編み60目を1周編みます。7段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み60目を2段編みます。2段編み終えるとこんな感じになります。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。これが最後です。頑張っていきましょう。この引き抜き編みで縁を1周編みます。縁を1周編んできました。最後の目の引き抜き編みが編めたら、最初の編み目に針を通して糸を引き抜きます。これで縁の段が完成です。糸を長めにカットしておきます。
編み終わりの糸を処理します。完成です。お疲れ様でした。小さいお財布とキーケース、スマホが入るくらいのコンパクトなサイズです。ショルダーも取り外し可能なのでハンドバッグとしても使えます。選ぶ毛糸で仕上がりも変わるので、好きな毛糸を組み合わせて編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録